こんにちは、ちえです。今回はインナーチャイルドの癒し方の第一歩をお伝えしたいと思います。そもそもインナーチャイルドって何っていう方にも分かりやすくお伝えするので、ぜひ最後まで見てください。顔出しして動画作ってみたいなとも思ったんですけど、まだ音声マイクとかライトとかがまだ手に入れてなくって、で撮り方もちょっといまいちまだ調べてなくて、いつかやってみたいなとは思ってます。でも本当は私の願いは皆さんの目を見てメッセージを伝えたいなって思っていて、いつかそういう場を設けられたらなって願ってます。では始めていきますね。私はちょっとカンペもちょっと軽く用意してあるんでそこ読みながらやります。私はツインレイ覚醒をした後にインナーチャイルドの癒しをしたんですけど、ツインレイ覚醒についてはまた別の動画で作ってみようかなって思っています。ちょっとスピリチュアル的な覚醒を体験したんですけど、本当の意味で 100% インナーチャイルドを癒すって結構大変で疲れるし、たくさん泣くし、感情が出てくるんですね。っていうのは、昔の自分の傷ついたトラウマの自分を一度引き出してあげて、でそこと対面して癒していかないといけないので、すごい労力がいる、体力がいる作業にはなります。なのでそうじゃなくても、まず初めの一歩ですね、できること、癒しの道に入るためにまず一歩できることを今回は伝えていきたいなと思っています。まず私が思うインナーチャイルドは、ここにも書いたんですけど、本当の私ですね。ページ変わります。私たちって生まれた時は 100% 純粋な魂存在で降りてくるんです。純粋な存在魂っていうのは、何にもプレッシャーをかけられていない状態のことを指します。でも3次元で生きていると、3次元っていうのはこの現実社会ですね。私たちが目に見える範囲、触れる範囲、この世界を言います。で生きていると、家族とか社会とか、時には自分自身で自分にプレッシャーをかけていますよね。でそれが傷となってくるんです。ちょっとスピリチュアルなお話すると、生まれてくる前って魂はずっと存在しているんですね。でそこはワンレスの世界、全ては一つって聞いたことあるかなっていう世界なんですけど、そこから3次元に生まれてくる時って、一人一人この体の肉体の容器を与えられて降りてくるんですね。で容器があると何が起こるかっていうと、ここ境目ができることで外からのプレッシャーを受けることになるんです。例えば国と国境があるから争いって起きるじゃないですか。文化が違う、言語が違う、正義が違う、何を大切にしているかが違うっていうことで、プレッシャー、摩擦が起きて争いって始まるんですけど、3次元の私たちに与えられたこの境目、境界線ですね、与えられることによって外と内が別になってしまう。でここに外から家族とか社会からで、その受けた傷を時には自分自身で自分をプレッシャーを与えてしまうんです。でこれが傷となってごめんなさいごめんなさいね。ここですね、ここの3次元の私、自分と本当の私がイコールになっていない状態のことを言うんです。でじゃあこのインナーチャイルドを癒すってことは、自分に素直になる、つまりここですね、3次元の自分と本当の私をイコールにしてあげる。この子を、本当の私をハッピー、喜びにあふれた子に取り戻してあげることなんですね。なんか私、現実社会で世の中の周りの大人の方たちの目とかを見ていると、なんか3次元の
この自分と本当の私が乖離している、イコールになってない方がすごい多いなって思ってて、私も大人なんですけど、例えば子供帰りっていう言葉があると思うんですけど、よく大人、年を取った方、年齢を重ねた方に使う言葉だと思うんですね。それって本当の私がもう我慢できなくなって出てきてしまう現れの一つなんじゃないかなって思ってるんです。だからそれが例えば悪く出てしまう場合もありますよね。あの人ってすごいわがままねって言われる方、すごい子供帰りしてるわねって言われる方、もう自分で自分を制御できなくなって本当の私が顔を出し始めてしまう。だからそうなる前に自分で自分を癒して、3次元の自分、この容器与えられたこの私たちと本当の私、魂ですね、ずっと存在するものをイコールにしてあげる、自分で癒してあげるにはここですね、自分に素直になるだと思います。例えば子供に使う言葉で無邪気っていう言葉があると思うんですけど、無邪気って邪気がない状態、不純がない素直な状態のことを指します。だから本当の意味で自分に素直になることってすごい人生生きる上で大切なんじゃないかなって思ってます。あとは、人生って旅ってよく言うじゃないですか。で本当にその通りだなと思っていて、いろんな経験ですね、いいことも悪いことも、悪いっていうのは悲しむ、試練、辛いとか、そういう感情を味わった上で本当の自分を手に入れる、取り戻す、素直になるっていうのが人生の旅、生きる目的、私たちが3次元に生まれてきた目的の一つなんじゃないかなって思ってます。だから私もインナーチャイルド癒したんですけど、結構そうですね、大変で、ちょっと私のことをお話しすると、前の動画ポッドキャストでも少しお話ししたんですけど、私はハーフですね。日本と韓国のハーフで、生まれが韓国なんですけど、両親が離婚して、いわば逃げるような形で日本に来まして、でそこからずっと母子家庭で育ってきて、今は母とすごい仲がいいんですけど、小さい時は小学生の時に掃除家事洗濯とかもやっていて、いわゆる簡単に言うと、最近の言葉で言うとヤングケアラーっていうんですか、大人の世話をしてあげる、お母さんのお家の身の回りのことをやってあげるとかやっていまして、とかですね、いろいろあるんですけど、よく年齢の割に苦労してるねとかって言われるんですけど、でも試練って本当に大小なくって、その人その人が乗り越えられるギリギリを自分たちで選んで選択して生まれてきてるので、本当にもう試練の大小なく、その人その人に合ったもの、大変みんな本当に生きてるだけですごいんですけど、もうそこをですね、自分たちで選んできてるので、本当にあの人すごいとかはなくて、本当にみんなすごいっていうのが私は言いたいんですけど、で私はそうインナーチャイルドの癒してる期間は、その母からの愛が感じられなかったのが一番悲しかったんですけど、そういう小さい時に恐れていたことを今ですね、悪夢で夢にうなされて起きたりとか結構辛いんですね、本当の意味で癒すって。一回その自分が恐れること、こうなってほしくないって思ってた自分を出して対面してで癒さなきゃいけないので、そうだから今から簡単にできることですねごめんなさい咳がちょっと、風邪は結構治ったんですけど、喉がまだちょっと調子が悪くてをですね伝えていきたいと思います。ここをですね、3次元の自分と本当の私をイコールに近づけてあげる。みんな誰しも傷はありますので、その方法を3点ですね
伝えていきます。ではまず1点目、なんとかしたいと思ったらすぐに行動。これはできることでいいんです。ちょっと水飲みます。ありがとうございます。些細なことで大丈夫なんですけど、例えばですね、家の中でパッと目に入って、ここ汚れてるって思ったら、そこだけちょっと掃除しようって。でそうすると自分の不快が解消されますよね。とか、あとはコーヒー飲みたいとごめんなさい。コーヒー飲みたいって思ったらコーヒーをすぐ飲んで、自分のしたいって思ったことをやってあげる。でイコール自分に素直になることにつながってきます。もう本当できる範囲でいいんです。ちょっとずつやってあげる。なるべく動いてあげる。早ければ1日以内、24時間以内にやってあげる。2日、3日、1週間以内、なるべく早く行動してあげることが大切だと思います。で次2点目ですね。自分中心イコール自分を大切にすること。例えば私はよく前ですね、そのインナーチャイルドの癒しをする前は、買い物とかショッピングとか行ったりするとすぐこれお母さんに合いそうとかこれ彼女持ってなかったな、必要かなとか、すぐ誰かのためにとかって考えが浮かぶんですけど、そうじゃなくって、まずは自分のため。この自分が癒せていない状態で他人のためにするって、自分を苦しめることにつながってくるんですね。っていうのは、自分が満たされる状態で他人にあげると素直な気持ちを相手も受け取ってくれるんですけど、自分が飢えてる状態で他人に自己犠牲の状態で与えてしまうと、その自己犠牲っていうのが伝わって、相手も不快な思いっていうのが、目に見えない範囲でですね伝わってしまうんです。だから自分はどうしたい、まずは自分を癒してあげることから。そうすると本当に不思議で、自然と本当に素直な気持ちで相手のためにしたいって思えるようになります。だからもうお母さんに隠れて自分の分だけケーキ買ってきて自分で食べてましたでもそれが自然と一緒に食べたいって思えるようになって一緒に食べる。でも今でもたまに自分だけ食べる時間とか、自分だけご褒美、自分にだけご褒美を与える時間も大切にしています。っていうのも自分に素直になることにつながってくるからですね。で次3点目、感情を味わう。例えば悲しいって思ったらもうストッパーをかけないで泣く。嬉しいと思ったら、日本人の方ってあんまりハグしないと思うんですけど、喜ぶ、手を挙げて喜ぶ、わーいって喜ぶとか、自分自身をハグしてあげてももちろん大事だし、そうしてあげることで、私って今悲しんでるんだなとかっていうのが体感してわかるんですね。それがすごい大事で、一つ一つ感情を丁寧に味わってあげること。私って今喜んでるんだなとか、自分で自分を知るきっかけにもなりますし、これもつまり自分に素直になることにつながってくるんですね。ここまで大丈夫ですかね。ちょっとスピリチュアル要素も多い話かなって思ってるんですけど、総じて言いたいことはこの3点通じて、とにかく自分に素直になる、自分がやりたいこと、したいことをしてあげることが大事かなと思います。はい、どうですかね。もう本当に人生いろいろあると思うんです。それぞれの乗り越えるべき山、谷があるので、もう本当に皆さんの人生の旅が進み、人生の歩みが本当に大きな大きな愛と光で満ち溢れることを、もう本当に私も切に願っていますし、私もまだまだ精神世界もそうですけど、現実世界もこれからまだね、するべきこともうたくさんあると思ってるので、本当にね、
皆さんと一緒に頑張りたいなっては思ってますですね。やばいカンペがちょっと落ちてきちゃったってことですね。とにかく自分に素直になってあげることが大事です。それでは今回の動画、インナーチャイルドの癒し方についてですね、第一歩の始め方をお伝えしました。どうか皆さんの心にですね、何か受け取れるメッセージがあればなって、必要なタイミングで必要な方に届けばいいなって思ってます。そういう法則に、宇宙の法則になっているので、はい、皆さんもお体大切に。今日ですね、今撮ってる日が今日コールドムーンっていう日で、今年最後の満月の日なんですけど、太陽ってすごいエネルギー、生命エネルギーあるじゃないですか。浴びると、太陽浴びないとね死んじゃうとかっていう話もあるんですけど、でお月様もすごいスピリチュアルな能力というかパワーがあるので、月にですね、別に満月じゃなくてもパワーくださいって言って月光浴、月の光を浴びる作業もすごいいいかなと思ってます。もしよかったらですね、やってみてください。はい、それでは今回の動画こちら以上になります。最後までご視聴いただいてありがとうございます。またごめんなさい。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。